こんにちは、YouTube 鍼灸院です。今回は飛型についてお伝えしていきます。このチャンネルでは東洋医学や鍼灸についての情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。東洋医学の考え方で体にはこんな風に経絡と呼ばれている気血の通り道があると言われています。今回の動画はその通り道である経絡の一つについてご紹介していきます。まずは主要な経絡である整形12経脈の流れを見ていきましょう。背経、大腸経、胃経、脾経、神経、小腸経、膀胱経、腎経、心包経、三焦経、胆経、肝経、そしてまた背経に戻ります。今回は4番目の飛型について見ていきましょう。それでは飛型のルチューを見ていきましょう。ルチューとは経脈の流れのことを言います。飛型は足の母趾の内端にある陰白血から起こり、足の表裏の境目に沿って母趾内側にある後尊血などを経て、内下の前の小球血を上り、脛骨の後ろに沿って硬い内側にある三陰交や橈骨血などを上り、恥気血を経て恥気血の上で関係と交わり、陰陵線から膝関節の内側を上り、大腿内側にある結界血などを経て鼠径部の外方にある小門血に至ります。小門血から腹斜血に行き、ここから腹に入って任脈の中極還元血に合い、腹血大黄血を経て任脈の下関血と合い、腹愛血を経て胆経の実月血、肝経の鬼門血を過ぎ、本経の裏を巡って任脈の中間血に行きます。中間血を下り、脾に属し胃をまといます。腹愛血から横隔膜を貫いて胸部に上り、周永血を巡り、周永血からさらに外に曲折して大方血に至り、大方よりさらに上に向かって背経の中府血に合います。中府血から上行して胃経の腎芸血の裏に行き、咽頭を挟んで絶根に連なり舌下に参じて終わります。これが飛型の本経になります。飛型の死別は中間から分かれて横隔膜を貫き胸中に入り、団中血のところで心臓に注ぎ、次の神経に続きます。飛型の症状。飛型が病むと次のような症状が現れることがあります。舌根部のこわばりや痛み、胃痛、腹脹、ゲップ、食べると嘔吐、胸苦しさ、体の重苦しさ、下痢、横断、前胸部や液下の圧迫感、横になれない、足の母趾の麻痺、股関節や膝内側の腫れと冷え、胃経の経血。経血とは一般的にツボと呼ばれているもののことです。飛型の経血は21血あります。その中のいくつかの経血をご紹介します。陰白。陰白は足の第一子の爪の根元の内側にあります。急性胃炎や急性腸炎、肝臓や胆嚢の炎症、小児の夜胸症にも良いです。また子宮痙攣や月経過多にはここにお灸をすると効果的です。交損。交損は足の第一子の付け根から指を撫で上げていって止まるところです。足底痛、胃痛、食欲不振、嘔吐、消化不良、高血圧などに効果的です。三陰交。三陰交は足の内くるぶしから指4本分上の骨の際にあります。三陰交は脾経、肝経、腎経の3つの陰経が交わるところなので三陰交と呼ばれます。ですからこの3つの経脈が主治とする疾患を網羅しています。特に月経不順、不妊症、子宮内膜炎、胎児の位置不正など産婦人科系疾患に効果があります。ただ古典では三陰交は堕胎の恐れがあるとして妊婦には針灸をすることは禁じられています。ただし妊娠4ヶ月を過ぎた場合は大丈夫ですが、
不安な人は妊娠中はこの経血へのハリキューは控えてください。他には腹腸、腎炎、膀胱炎、足関節痛、胃腸炎、頭痛、不眠などに効果があります。飲料線。飲料線は脛骨の内側縁に沿って膝の方に指を上げていくと止まるところです。胃腸炎、お腹の冷え、婦人病、膝関節炎、更年期障害、高血圧などに効果があります。結界。結界は膝のお皿の上の内側端から人差し指、中指、薬指の3本分上にあります。結界は文字通り血と関係しており、血を整える経血です。特に女性の血の病と関係が深く、月経不順、子宮出血、子宮内膜炎、更年期障害、月経痛などに効果的です。また、他には膝関節炎、リウマチにも効果があります。いかがでしたか？脾経は脾とありますが、脾臓のことではなく、膵臓のことを指していると言われています。ですから、前回お伝えした胃経とともに消化器系の症状に効果があります。そして、脾経の特徴としては、生殖器系の病にも効果があることです。ルチューからもわかるように脾経は他の多数の経脈とつながっているので、様々な症状に効果があるのですね。次回は気系が脾経の食べ物をご紹介していきます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしよければ高評価ボタンも押していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。